今日はザル培養をしてほぼ放置していたものたちのお手入れをしようと思います。ほぼというかもう完全に放置しておりました。お恥ずかしい限りでこういうこともあるさと思うんですが、草ぼうぼうでこんな感じにね育っております。ここにあるのは未生の黒松と、ちょっと素材と、あと図書ですねが入ってます。針金かけてざるでに植え付けて肥培して、去年の秋頃かな、秋忘れた、1年も経ってないと思うんですけれども、そうじゃないものたちよりも2倍か 2.5 倍ぐらいの幹の太りを得ることができました。さすがザル培養ですね。ちなみにこちらのこのミニザルですけれども、ボンユーさんからですね分けていただいたものなんです。これじゃなくても100円屋さんとかそういうところにも似たようなものありますし、代用するものは結構あると思います。さあこれをですねちょっと掃除していきましょうか。それで1個だけ枯らしちゃったやつがありまして、ちょっと水切れさせてこういう風にちょっと無理っぽいのがあります。これは野生のシソですけど、シソが生えてみたりとかいろいろ草ぼうぼうになって申し訳ないですが、まずは去年にかけといた針金、がかなり食い込んでますので、こんな感じでおつらいちになっちゃって食い込んでますので、これを外していきたいと思います。もうちょっと早めに外してもよかったですね。ただ黒松の場合は樹皮が荒れてくるとこういう食い込みもよくわからなくなってくるので、そんなに臓器みたいに気にしなくていいかなということでした。でこうやってガンガンね外して、もっと細かくかけてるやつ、ぐにゃぐにゃ枝が曲がってるのに針金かけたやつは細切れにして外すしかないんですけれども、このくらいのやつだったらで上からですね順番にゆっくり外していく感じ。かなり傷になってますけど、本当はもっと早く外してあげるべきだったんですが、臓器ほどの大失敗ではないかなと思います。でもちょっとかわいそうですね。食い込ませちゃうとこういう風にかなり食い込むし、外す時にもちょっと今喋りながらやったから失敗したんですけど傷になってしまうので、ここまでなる前に外してあげた方がいいかな。いいですよね。まだこれはもう少し太らせたいので、できるだけ葉っぱは残しておきたいんですけど、バランスが悪いので端かしぐらいはしておきます。先端の葉っぱだけ残して、ちょっと軽くしとこうかな。でも太さがもうミニで十分だっていうことだったら、このサイズここで目切りしちゃってもいいと思います。けど今回はこれまで、肥料はまだあるね。よし、OK。次、これね、これも雑草抜いて、これはもう針金、これももう食い込んでしまってますね。これは細切れにして外していく感じ。ちょっとかわいそうですけど、ちょっとこれも食い込ませちゃって少し傷になっちゃいましたが、癒着も進んでいて傷は塞がりそうですね。こんな感じにうまいことくっついていきそうです。しまったな。本当はめちゃくちゃ反省してます。最終的にはこの辺の目で作るんですけど、これはちょっと太らせるために伸ばしていて、でも2本あるのでどっちかにしようかなと思います。じゃあ目切りかなんかしとくか。これでまたしばらく肥培と、肥料も引き続き、もう梅雨ですけど引き続き置きます。このザル培養だからできるっていうところもあるんですけど、しっかり、取らせていきたいです。
同じザル培養するのでも太り方はやっぱり個体差があるみたいですね。そんなに太ってないやつもあれば、めちゃくちゃしっかり太ってるやつもあったり、これも3つ伸びてるので1つにしておきます。適度に積んだ方がいいみたいです。ここは根っこがついてるからここは外して、はい、伸びてるのがいくつかありますが、あんまりボーボーにさせるよりは少し間引いて、また新しく芽を出させた時の方がその勢いで幹が太るっていうこともあるので、少し間引いておきます。これはこの辺の根っこがよく育ってるので、そういう風な作り方しても良さそう。これは赤松ですけど、ここがちょっと食い込んじゃってるので、これを普通に外すとやっぱりどうしても傷がついちゃいますので、こういうのは細かく切ります。これは根っこと幹の癒着がちょっと面白くなりそうな赤松。よし、どっちかにして、よし、掃除して肥料を追加し直しました。この辺の新梢は来年あたりからは軽い目摘みなんかはしようと思います。ずっと気になってたこのトレイ、全部手入れすることができました。実はこういう風にザル培養しているのはほんの一部で、もうほとんどのものはもう小鉢でじわじわじっくり育てていることが多いです。ザルだとよく早く幹が太って、いい感じになるということで調整していますが、やっぱりゆっくり成長させた方が幹も丈夫というか硬くなりますし、古さも早く来ると思いますので、いろんなやり方で、楽しんでいますよということでした。来年ぐらいからは普通に芽摘みなり芽切りなり始めちゃおうかなと思っています。今日の作業はこれでおしまいです。